どうもバカです。白様です。今日は晴天とまではいかないけど、川の水はこんなに落ち着きました。昨日の濁流が嘘みたい。川リ場の川の水は水が引くのがめっちゃ早いのよね。水の色も透明になってる。自然の浄化作用ってすごいね。恵みの雨は歓迎だけど、集中豪雨は勘弁してほしいよね。亀の親子たち流されてないかな。ほんとね、濁流の時はどこに避難してるのかな。金管のネットが壊れちゃった。鹿に破壊されたの？どうだろう、ただの経年劣化な気がするけど、この棒なんて畑の笹だしね。何でも現地調達するよね。昨日埋めた生ゴミどこ行った？ドーフィンの葉っぱが変な枝から生えてきた。果実は実らなかったけど、葉っぱはまだ成長してる。果実は来年に期待ですね。本日の猫動画はチョロコでAla Suteki Gianai Fansa Kashila お宝映像が盛りだくさんですよ。短いお手手で枕もみとか、 Disu Teno ヨシヒコが来てからずっとご機嫌斜めだったけど、最近はご機嫌チョロコさん。 So Kashila 猫リズムの小魚トッピングのおかげかな。Mitsuboshi Gourmet Ninalabu Yu no Chiyo Loco Shokuni Atashi Dakino Himitsu no Gachiso Ne Yada Baba Kusaiwa ヨシヒコも食べてるなんて言えない。 Yapari Atashi ga Hie Lauki Top ご飯の質でヒエラルキーが決まるらしい。 Joe no Zawa Delena no Usual Naiwa 今のところ女王はミーチョさんだけど、結構都合よくそのこと忘れるよねチョロコさん。 Fujio Te Taihen 遡ること半日前。何どうしたの？実はいろいろあってね、今回は月曜の朝の朝食動画を撮ることにしたんです。この間偽物の朝食動画撮ったばかりじゃん。そうなんだけどね、今回はリアル朝食動画ということで、朝食に食べるパンを前日の夜に仕込んでいるところです。また早朝にパン焼くの？それも考えたんだけどね、前回それやっちゃったからね、今回は前日の夜の間にパンも焼き上げて、朝食にこのパンを食べるだけにしようかと思います。だったらババアのいつもの食パンでよくない？それだとね、あまりにも味気がないので、今回は朝食にサンドイッチとして具材をとっても挟みやすい形の雲型のパンを作ろうと思います。今回のパン生地は米ぬか 20%、加水率 65% の生地になります。今回の水分はちょうどいい感じだね。ババアが育てた愛しいサワー種のサワコちゃんを優しく水に溶かしていきます。これって天然酵母なの？そうです。数年前にババアが米ぬかから酵母を起こしました。ババア米ぬか好きすぎだろ。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。生地をこねたら3時間ほど常温で発酵させます。あ、ヨーグルト。この間のね、偽物キラキラ朝食のこのヨーグルトが気に入っちゃって、今回もこのヨーグルトの容器の中にクランベリーをわしづかみで3つかみ。溢れ出しそうじゃん。これをしっかりと混ぜて冷蔵庫の中に一晩置いておきます。ドライクランベリーがヨーグルトの水分をしっかり吸ってプルプルになるよね。それじゃあ朝までおやすみヨーグルトちゃん。生地こね第2弾。これ何回こねるの？まあ気が済むまで。またそんなアバウトなこと言ってる。前日の夜の間のね、手が空いてる時に思い出したかのようにこねるぐらいなんでね、生地の様子を見て適当にこねればいいんじゃないかな。適当すぎて草枯れるわ。今回はこのこね作業は3回繰り返しました。グルテンができてきてパンの表面もツヤツヤになってきたらいいって感じなのかな。そうそう、そんな感じ。本当かな？この人大丈夫？大人なのに。グルテンを生成する作業はこねる時間よりもババア的には放置する時間が大事なような気がする。一晩置いとけば結構がっちりくっついてるもんね。
この間コメント欄にも質問があったんだけど、手ごねがあんまり上手じゃないからパンが美味しくできないみたいなこと書いてあったんだけど、ババアもね、こね時間めっちゃ少ないんだよね。ほぼほぼ放置時間だもんね。そう、しかもね、米ぬか入りだからね、こねるだけじゃグルテンを生成するにはちょっと足りないような気がして、この放置スタイルをとってるんだけど、まあまあそこそこにほら、こんな感じで発酵してくれるんだよね。これ YouTube でよく見るやつじゃん。このガス抜き動画バズるって本当かな。ババアガツガツしてて草。こね続けるのも腕が痛いしね。放置でこんなにグルテンが成長してくれるんだったら、放置スタイルに切り替えてみてはいかがでしょうか。手抜きから生まれたババアの裏技。それでは雲型のパンを成形していきましょう。さっきから言ってる雲型のパンって何なん？雲に似てるからババアが勝手に雲型のパンって言ってるだけなんだけどね。まあそんな雲型パンを今から成形していくので、白様とくとご覧あれ。しょうがないから見といてやるよ。ブリンブリンに膨らんだ生地を8等分にします。適度な水分量のパンは弾力がすごいね。加水率 65% の生地は本当に触り心地がいいんだよね。まとめ終わったら30分ほどベンチタイム。このベンチタイムって必要なの？生地をしばらく置いておくと成形がしやすくなるんだよね。ベンチタイムを取らずにそのまま成形してもできないことはないと思うけど、生地の形を変えても戻ろうとする力が働くから成形結構やりにくいと思う。じゃあせっかちさん以外はベンチタイムを取った方がいいんだね。そう言われてみるとパン作りってせっかちさんには向いてないよね。さて、雲型パンの成形です。ちょっとだけ楕円に伸ばした生地の表面に油を塗っていきます。カロリーマシマシじゃん。カロリー？何それ？記憶から消去した。そうしたら油を塗った表面の上に粉を振ってパタンと折りたたみます。半分にするんだ。そう、そしてこの縁に切れ目を入れます。この切れ目には何か意味あるの？飾りだね。なんかいい意味を思いついたら後付けしとく。後付けすんな。雲パンの成形が終わったら2次発酵。発酵時間はどれくらい？今回は1時間ぐらい発酵させました。そうしたらオーブンの上下段で焼いていきましょう。二次発酵でパンでかくなりすぎじゃね？ババアもちょっとびっくりした。こんなにでかく成長するとは思わなかったから。180度の上下ヒーターで25分、途中上下段を入れ替えながら焼きました。下段やばくね？ギリギリ天井にくっついてなくてほっとした。でもカットを入れたせいかめちゃめちゃ可愛く焼き上がってる気がする。形崩れが少ないんですよね。何が？切れ目を入れた後付けの理由。今思いついてて草。ふわっふわの雲みたいに美味しそうに焼けました。めっちゃ可愛いじゃん。正直こんなに可愛く焼き上がると思わなかった。ババア何やってんの？パンが熱くて握れないんだよね。あ、投げた。手の皮の厚い旦那氏登場。旦那氏普通に触ってるけど。旦那氏絶対手の感覚おかしいよね。これ本当に熱いからね。配置まで整えてるじゃん。なんで触れるんだろう。さあ、前日の深夜に焼き上がったパンは明日の朝まで保存しておきましょはっさくちゃんおはよう。う。そして冒頭の朝の動画につながります。今回の動画の3分の2は前日の深夜の動画だね。もう朝起きたらやることなんてこんなもんですよ。朝ごはん作りはしょってて草。トロトロのスクランブルエッグも焼いたし、なんかパンに挟みやすそうなのも用意したし、ドロリッチみたいなのも作ったし、こんなもんもう完璧でしょう。この間の疑似朝食でやっちゃったからね。完成しました早朝の雲型のパンサンド。なんか朝食らしい具材と手作りドロリッチを添えて。ドロリッチ夏いな。それではいただきましょう。
疑似朝食の時もそうだったけど、リアル朝食のボリュームもすごくない？もうババアいつもの光景すぎてよくわかんない。普通の状態が分かんなくなってきてるな。これ重症ですね。ところでパンの表面に油と粉を振った理由がこれからわかります。まあ大体想像はつくけどね。ほら、パッカーン。油と粉をつけることで焼き上がってもここがくっつかずにきれいに分かれてくれるから物が挟みやすいんですよね。サンドイッチに特化したパンってことね。前このパンに角煮を挟んでも美味しかったよ。うわー、それ絶対美味しいやつじゃん。朝食だから挟む具材は控えめにしています。控えめ？ランチだったらここに必ず煮鶏が来るな。ああ、控えめだ。焼きそばも来るな。あんたたちもう磯路だからね。はいはい、気をつける気をつける。軽くいなされてるな。前回のキラキラの疑似朝食の時には朝から焼いたチャバッタをいろんな具材を挟んで食べたけどね、焼きたてにこだわらなければこの何でも挟める雲型のパン結構楽しいですよ。朝食に楽しさは求めてないけどね。トロトロのスクランブルエッグを挟んで食べたらめっちゃ美味しかった。コンビニで朝このサンド食べたい。コンビニの開発部の皆さんいかがでしょうか。もし販売される際にはババアを商品開発のメンバーに入れていただければ。大企業に潜り込む気満々じゃん。まあ冗談はさておき、絶対本気だよね。前日の夜に作って朝食べる雲型のサンドイッチ、このパンさえ焼いておけばね、朝の下ごしらえはめっちゃ簡単です。忙しいママさんパパさん、こんな朝食はいかがでしょうか。クランベリーヨーグルト。これ何度食べても本当に美味しい。またクランベリー富澤商店で買おう。ドロリッチも行ったね。ドロリッチも最高、美味しかったです。さよなら。バイバイ。なんちゃって。まだあるの？今回は朝食の回だからこの後に買い物に行ってチョロコさんが大好きな猫リズムの小魚トッピングをゲット。そんなシーンも挟んじゃおうかなと思って。これが噂の猫リズム小魚トッピング。そして旦那がゲットした安いキュウリ。チョロコめっちゃ喜んでんな。これがあると超ご機嫌。あとは買ってきた食材でお昼ご飯のセットでもしとこ。このメニューは何？なんか煮物。メニュー名適当すぎんだろ。まあ天使の寝顔はいかがです？たらふく食べて幸せそう。この姿を見るとババアたちも幸せです。コンさんにはブラシサービスしときますね。それではさよなら。